これからやっと温泉に入りに行きます。でゆっくりして、でその後、南国サービスエリアで今日は車中泊したいと思います。はい。でここの道の駅は車中泊は禁止みたいな感じの警告文が書かれてありましたので、ここは車中泊しようかなと思われてる方はここは禁止ですので気をつけてください。はいって感じで、今ねちょっと充電中なんですよ。携帯がもう電源がなくて忙しい。ポータブル電源をシガーライターで充電しながらで同時にできないんで、それがある程度溜まったら今度携帯充電してみたいな感じで結構大変です。はい。容量が少ないんでね。で3日間やっぱりそういう車中泊が続くんで、明日はね電源が借りれるところなんでいいんですが、昨日もちょっと借りたんだけどあんまり電源がなくてパワーがね、はい、そんな感じです。はい、これからシャンデュラー大ボケに行きます。なんか普通っぽいね。はい、入ります。じゃあ入ります。はい、今ですね、サンリバー大仏大ボケに行ってきました。なんか今日アルカリ泉ですごいぬるぬるぬめぬめのお湯でした。すごいでも気持ちよかった。美人の湯らしいです。はい。じゃあこれからですね、車中泊をします南国サービスエリアの方に向かっていきたいと思います。もうね、一つか二つ目の場所なんですよ。はい。めっちゃ近い。はい。で、サービスエリアでいろいろなんか、ご飯買うか、食べれるとこがあれば食べて、車内ではね調理とかはせず、はい、ゆったり過ごしたいと思います。電源がねあんまり余裕がないのでそこがちょっと心配なんですが、多分編集作業になっちゃうと思うんですが、はい、じゃあ行きます。多分ちっちゃいと思うんだよね。多分ちっちゃいと思う。私が思う。到着。今日はもう荷物がねえらい多いから、もう長いテーブルは置かず、運転席側をもう出たり入ったりするように専用に使って、ここをテーブルにしてなんか食べたり飲んだりパソコンやったり、パソコンはこの上でもできるんで、これをテーブル代わりにしたいと思います。はい、イレギュラーですが、もうちょっと荷物が多すぎるんでね、寝るだけで精一杯って感じなんで、今日はここをテーブルとします。はい。もっと山マスクだな。何食べるかな。夕飯今日はここで済ませようと思います。一旦買います。ホクホクなんだ。はい。ここだけちょっと食べてみます。美味しそう。うわ、大きい。でかっ。一個一個がでかいこれ。美味しい。めっちゃ美味しい。うまい。なんともうなぎ丼とみんな食べると。はい、いただきます。洗ったばっかりなのにこぼした。最悪。今ねサービスエリアの方でご飯は食べてきて、うなぎ丼を食べてきました。はい、なんとかギリギリね寝れそうです。確保しました。とりあえずここがねテーブルにして、これで一応車中泊モードになったので、もう荷物が多すぎて
後ろひどいことになってますけれども、まあここ寝るところだけは確保できたので、はい、あと小テーブルもね確保できまして、でこっち側のフロントの方にもういろいろぐちゃぐちゃ置けるものは置いてますはい、今日もこれ活躍してます。かわいい、これすごいね、はい、これがあるだけですごい華やか。まだ暑いんですよ。外20度ぐらいあるので、はい、ちょっと涼んでから、はい、車中泊モードに突入したいと思います。もうさっき温泉入ってきてもすっぴん状態なんですけれども、はい、アイス食べるの忘れてた。土佐次郎も中のもいただきます。暑すぎる。今日夏日みたい。ほんと暑いわ。あ、やばい、だいぶ溶けてる。すごいぐちゃぐちゃです。前がテーブルとかしてますけどねひどいことになってますけどいいでしょう。ここは作業部屋になってます。ひどい。こんな感じ。やっぱここはあれですね、車の音がやっぱうるさいね。みんな冷房かけてるから結構低音のズーンっていう音が気になる。めちゃめちゃいいデスクができました。これぴったりパソコン、しかもすごい、ここにさハンドルのところに肘をこうかけながらパソコンできるからめっちゃ楽なの。体勢がでちょっと物置になってて、でここはテーブルバーとかしてます。で今日は一応 SA なんで高速道路なのであんまりお酒を飲まない方がいいかなと思って、あ、これお酒入ってんだ、やばい、違うのにしよう。めちゃめちゃ冷たい。まだ今日何もしてないのに昨日からのやつでめっちゃ冷たい。瀬戸内はるかサワーっていうねノンアルのサワーがあったので買ってきました。はい、これを飲みます。はい、とおつまみはこれうまいぜよ、龍馬のうまいぜよポテチ。多分全部は食べきれないと思うけど。で今日買った芋天は明日の朝ごはんにしようと思います。はい、はい、土佐の緑茶とね、あともう一個ね、土佐の番茶買ってきましたじゃあ瀬戸内はるかサワーノンアルだからね。はい、いただきます。いいね、サービスエリアで乾杯。あ、美味しいじゃん。こんな感じで夜が更けていくと思いますけれども、はい、皆さんおはようございます。顔見えないね。今多分5時半くらいです。すごい快適に眠れました。ただちょっとトラックの音がねずーっとダリッパでうるさかったんだけど、でもそれ以外はもう耳栓して寝たんでぐっすりです。10時ぐらいにもう寝ちゃいました。なので結構ぐっすり寝た。7時間くらい寝たか。なのでこれから起きて歯磨いて化粧してで朝食タイムにしたいと思います。はい、はい、改めましておはようございます。まだ店舗が開いてないのでサービスエリアのホットコーヒー、缶コーヒーで朝コーヒーしてます。で昨日の芋天、昨日の芋天の残り、これが私の朝の朝食です。もう冷えちゃってるんだけど、いただきます。冷えても美味しい。
ただ油がすごい。うわ、油がこれ相当。今朝の6時20分です。気温は13度、湿度高いですね。 90%。 結構びちょびちょになってます。フロントガラス。でもフロントガラスだけで、あとはテントみたいに上から落ちることはないので、はいムーブちゃんの中で編集中です。これすごい本当にいい。ここ台が充電もまだあるし、走行中に充電フルチャージしたのでだいぶ残ってます。はい、こんな感じ。ぐちゃぐちゃです相変わらずぐちゃぐちゃです。では今日は桂浜を経由して四万十の方のキャンプ場にね移動したいと思います。はい、まだ早すぎるので、高知市内の観光がまだできないので9時からなんで8時半ぐらいに出発したいと思います。まだね2時間ぐらいある。やっとコーヒーが飲める。ちゃんとしたコーヒーが。何時だ今。かなり長い時間車の中にいましたんでじゃあ高知に向けて出発したいと思います。